皆さんこんにちは。今回はこの iPad Air 第5世代について話をしていきたいと思います。この iPad が僕にとっては初めての iPad で、買ってからあと少しで1年くらいになります。で、現状の感想としては iPad Air 第5世代自体にはすごく満足しているんですけれども、買う iPad 間違ったかもと若干後悔もあるんですよね。今回の動画ではなぜそう思ったのかについて話すのと、じゃあ僕みたいな使い方している方がどんな iPad を選べばいいのかについて話をしていきたいと思います。この話って誰の役に立てるんだろうというふうに考えた時に、やはり初めて iPad を買おうとしている方が中心になると思うんです。ただ、そうじゃない方も iPad 選びについての軽い雑談として聞いていただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。はい。ではまず今回話をする上で前提となる内容について2つ話をしておきます。1つ目はですね、僕が買った iPad の概要について、2つ目が僕の iPad の用途に関してです。1つ目の僕が買った iPad の概要についてなんですけれども、 iPad Air 第5世代のカラーはブルーで、ストレージは 64GB、 一番小さいものですね。で、あとは Wi-Fi モデルになっています。価格についてはこのスペックの場合は現在だと税込みで 92,800 円になります。次に僕の iPad の用途について話しておきます。なぜこの話が必要かというと、僕の意見を話したとしても、皆さんが想定している使い方と違ってしまった場合はあまり参考にならないからですね。で、使い方としては、動画を見たり原稿を書いたりとか、あとは Apple Pencil でメモを取ったりするような、いわゆるライトユーザーと言っていい使い方になってます。動画編集とか絵を描いたりとかクリエイティブなことっていうのは基本的にはしない感じになってます。こういった使い方をしている目線でこれから本題について話していきます。はい、では本題に入っていきたいと思うんですけれども、 iPad 選び失敗したかもと思ったポイントとしては、結論ですね、自分の使い方に対して必要以上にスペックの高いものを買ってしまったかなという点ですね。これはもともと想定していた用途と実際使った上で最終的に定着した用途にズレが生じてしまったのが原因です。具体的に話をしていくんですけれども、もともとですね、このモデルを買った理由としては、一言で言うならコスパがいいと思ったからです。性能としては M1 チップを搭載していて、ステージマネージャーのような新しい機能を試すこともできますし、 iPad Pencil 第2世代だったりスマートキーボードフォリオとか、そういった現行の純正アクセサリーが使えたりするとか、その辺に惹かれていました。こういった最新の機能だったりスペックが体感できて、かつコストをなるべく抑えたいと思っていたので、その時の選択としては大きくは間違ってなかったのかなと思います。で、実際使ってみるとクリエイティブ用途でない限りは M1 の恩恵は感じなかったというのが正直なところです。さらにですね、ステージマネージャーは使ってみたんですが、結局定着せずに使わなくなってしまいました。この辺の理由としては、iPad を PC っぽく使うということには限界があるなというふうに実際に使って感じたことも影響しています。タブレットはタブレットらしくスマホよりも大きい画面で、かつ取り回しやすいので手軽に使えるという点を生かそうと、動画を見たりとか Apple Pencil でメモを取ったりとか、そういう使い方にシフトしたので、ステージマネージャーのような機能は使わなくなりましたね。なので買う時点では選択ミスはしていないんですけれども、結局期待していた機能を活かせずにいるという状態になってしまったので、 iPad 選びミスしてるなというような感じになっています。で、じゃあどうすれば iPad 選びを後悔なくできるかなと考えてみると、結局ですね、 iPad をどんな場面でどう使いたいかをできるだけ明確にすることなのかなと思います。この辺は視聴者さんから当たり前すぎるだろうとツッコミが入るポイントになっていますね。ただ改めて自分で使ってみて、そういうふうに思いました。確かにですね、何かしらの iPad を使ったことがある方であれば、例えばですね、ステージマネージャーだったら iPad でこういう機能が入れば、このぐらい PC っぽく使えるけれども、まだ PC の代わりにはそこまでならないだろうとか、あとは M1 積んでるけど自分の使い方ならいらないなとか、なんとなくイメージができると思うんですよ。でも僕のように初めて iPad を買う場合は、自分がそれぞれのモデルだったり機能を使った時のイメージがあまりできないんですよね。なんとなく iPad に興味があって、なんとなく最新機能を試してみたいと思った僕は、いろんな機能をこのモデルで体験できたのはすごく良かったんですけれども、もうちょっとしっかり用途決めてから買った方が出費も抑えられたんじゃないかなと思います。
というわけで、後悔についてはこの辺にして、ここからはどのモデルを選べばより良かったのかについて話をしていきたいと思います。僕のように動画を見たり Apple Pencil でメモを取ったりする程度の用途を考えている方、そういった方を想定して iPad Air 第5世代よりも使いやすかったりとか、あとは出費を抑えられると思ったものについて話をしていきます。まず候補1つ目としては iPad mini 第6世代です。A15 Bionic で、あとは USB-C 対応、あとは 5G も対応していて Apple Pencil 第2世代対応となっています。価格は最小構成で 78,800 円からになっています。 iPad Air 第5世代の最小スペックと比較すると 14,000 円安いですね。このモデルをおすすめする理由はサイズが用途に合っていて価格が Air よりも安いからです。ちょっとしたメモ帳的な役割を期待していたり、あとは寝っ転がって動画を見たいなとか、そういった方がマッチすると思っています。というのも実際僕が iPad Air を使っていて感じるのが、手で持ちながら動画を見るのって結構疲れるなっていうところなんですよ。あとはノート代わりに使うとしてもちょっとしたメモ程度だったら画面の大きさってそんなにいらないかなと思ったんです。なので本体サイズの小さいミニの方を選んであげると取り回しもしやすくて良さそうだなというふうに感じます。iPad Air 第5世代と比較するとステージマネージャーが使えないのとマジックキーボードやスマートキーボードフォリオに対応していないなどあるんですけれども、今回想定している用途であればこれが一番良さそうに個人的には感じます。候補2つ目としては iPad 第10世代です。よく無印 iPad と言われるようなものですね。チップは A14 Bionic で USB-C 対応、あと Apple Pencil 第1世代に対応という風になっています。このモデルをおすすめする理由としてはズバリ価格です。価格は 68,800 円からなので iPad Air 第5世代と比較すると 24,000 円安いですね。画面サイズは iPad Air と同じなのでミニの画面サイズでは物足りない方はこちらが良さそうです。デザインも現行の iPad のように正面にホームボタンがないデザインになっているので見た目の満足度も高いと思います。またマジックキーボードフォリオに対応しているので純正キーボードを使いたい方にも合っていそうです。iPad Air 第5世代と比較するとこれもステージマネージャー使えないのと、あと Apple Pencil が第1世代になってしまうというところがあります。あとはですね Apple Pencil に関しては充電の仕方がちょっと特殊かなというふうに思うので、このあたりは事前に調べてから購入するのがいいのかなと思います。今言ったような機能スペックにこだわらないなら無印 iPad かなりありなんじゃないかなと思います。はい、候補3つ目としては iPad Air 第4世代です。チップは A14 Bionic で USB-C に対応しています。このモデルのおすすめポイントとしては価格と対応しているアクセサリーですね。価格は Apple の整備品で 69,800 円からになっていて、これは第5世代と比較して 23,000 円安いです。アクセサリーについては Apple Pencil の第2世代だったりとかマジックキーボード、スマートキーボードフォリオが使えます。使いたいアクセサリーにこだわりがありつつも画面も11インチがいい、でも費用はなるべく抑えたいっていう方には合っていそうだなと思います。繰り返しになるんですが、このモデルもステージマネージャー使えないというのはあるんですけれども、いらないなと思った方にはかなりいい選択肢になるかもしれません。で、こうやって話をしていると iPad Air 第4世代に限らずもっと前の世代の中古の iPad が安く済むし良くないという気もしてきます。確かにですね、今年の秋に出る iPadOS 17は第3世代以降の iPad Air だったりとか第6世代以降の無印 iPad、あとは第5世代以降の iPad mini に対応するようなので、もっと前の世代の iPad を中古で購入するのはありではあるかなと思います。あと初めての iPad であればどんなデバイスなのか体験するという意味でも一旦安く済む前の世代の中古の iPad を買うのはいいのかもしれません。ただいろいろ考えた結果、やはり個人的にはなるべく長く使いたいと思うんですよね。なので OS のサポートに余裕のある今回紹介した3機種の方がいいのかなという結論になりました。はい、今回は iPad Air 第5世代を買って感じた iPad 選びのちょっとした後悔と、僕のような用途でおすすめできる iPad について話をしていました。欲しい iPad があるなら迷わずそのモデル買えば後悔ないかなと思うんですけれども、 iPad 何度か値上がりをしていてどんどん高くなっているっていう現状もあるので、モデル選びに慎重な方もいると思います。そういった方に僕の今回の話がちょっとでも参考になれば嬉しいなと思います。今回の動画は以上となります。
この動画が良かったらチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。